カリエホン・デル・アルマドの伝説。セニョール、このカリエホン・デル・アルマド武装の工人がその名を得ましたのは、ずっと昔、まだ何の名もついておらなかった頃、常に甲冑を身につけ、剣と短剣を腰に履いた老人がそこに住んでおったからでございます。彼について知られていることといえば、名がドンロペテ・アルミホリならと申されること、そして市の中でもこんなに貧相な界隈のこんなに貧相な通りにこんなにつつましい暮らしをしておきながら、彼は富裕な商人でスペインから渡ってきたお方だということだけでございました。その粗末な小さな家には誰一人として鼻先一つ覗かせたことはなく、彼はそこで深い秘密のうちに一人暮らしておりました。富があるにもかかわらず、召使い一人雇わず、自分の食物は自ら買って自らの手で料理しておりました。表に出るときはいつも浜で武装し、アルマド・アスタ・ロス・デイエンテス。その粗末な街灯の下には甲冑一式、帯には長い短剣と幅広く非常に長い剣。そして夜に奇妙な用事で出かける折には大きな槍まで携えておったのでございます。それゆえ、やがて人々は彼をドンロペとは呼ばず、エル・アルマド武装したる者と呼ぶようになり、そう呼ばれるようになったのでございます。彼が邪悪な人物であることはみんなが知っておりました。彼は貧しい者たちにはとても慈悲深く、毎朝サンフランシスコ教会へ祈りに参り、ひざまずいたまま何時間も祈り続けておりました。ふさわしい時節には生体配慮にも預かりました。ある者の申すには、夜に閉ざされた窓越しに彼が罪を悔いて自らを鞭打つ音を耳にしたということでございました。最も闇深い夜、月のない夜、とりわけ憂鬱な小雨が降っている折、彼は甲冑姿で家から現れ、プラスエラでミスカルコの方向へと忍び去っていく姿が見えたものでございます。彼は影の中に消え、真夜中を過ぎるまで戻ってまいりませんでした。そのと閉ざされた家の中で彼が鐘を数えている音が聞こえたのでございます。長い間それは続きました。数え、数え、また数え、金貨の音は止むことがありませんでした。そして全ての鐘を数え終えた後、ムチ打ちの音と誠に悲嘆に暮れたうめきが共に聞こえたのです。そして全ての終わりに重々しいガランという音が聞こえました。まるで鉄の大きな蓋が鉄の箱に重く落ちる音のように。それからは朝になるまで家の中に何の物音もありません。朝になればエル・アルマドが家から出てサンフランシスコ教会へと祈りに参るのでございます。その男の暮らしはセニョール悪しき謎でございました。多くの者が彼を私直に告発してその謎を暴きたいと願っておりましたが、暴露はおのずから訪れ、しかもさらに大きな謎をはらんだ形でございました。ある朝のこと、近隣の者たちはエル・アルマドが自宅のバルコニーから主に縄をかけて死んでいるのを見たのでございます。誰一人どう考えるべきか分かりませんでした。けれども多くの者は彼が自らの罪が告発され司直の手にかかることを恐れて自害したのだろうと考えました。アルカルテ治安判事が来て家を捜索しますと、大層多額の金が見つかり、また確かに彼の手にかかって命を落としたとしか思えぬ多くの男たちの頭蓋骨も見つかったのでございます。これは誠に奇怪な事件でございますな、セニョール。私には筋が見えません。ですが、意はもうございません。